こんにちは。今回はこの野菜のベーコン巻きをやる予定だったんですけど、ちょっとこれ撮り直しているので、言っていたのと順番が前後してしまって申し訳ないんですけど、今日はこの羊のフード付きのスヌードを子供用に編んでみたので、この編み方を紹介してみたいと思います。ここがボタンになっているので、取り外したり簡単にできて、こういう感じですね。そしてここに紐を通しているので、少しここを絞ったり緩めたりもできるようにしてみました。そしてこの部分ですね。この部分は折り返すことで少しボリュームを出しています。こういう、ネックオーバーとフードが一体化したようなのってあんまり日本では見ないですよね。コメント欄でこういうのが海外で流行ってるんですっていうのを教えてくださった方がいらっしゃったので、もう早速自分の子供にも編みたいと思ってすぐに100円ショップに行って、で本当はこういうエールっていう以前紹介した糸で編みたかったんですけど、これ置いてなかったので、代わりに白くて肌触りの良さそうなこの七色彩色っていう、私は初めて買ってみたんですけど、これの白で編みました。動画では見やすくしたいのでブルーで説明したいなと思います。今回これ初めて使う糸なので、ここちょっと詳しく見てみようと思うんですけど、初心者の方でも編みやすいちょっと太めの並太ですって書いてますね。ここを読むまでは私極太だと思ってたんですけど、並太になるようです。で、かぎ針は8号から10号ということで、今回は8号のかぎ針を使って編んでいこうと思います。アクリルが 85%、ウールが 15% で約 30g ですね。で、今回これ4玉私は使ったんですけど、3玉とほんのちょっとっていう感じだったので、もしかしたら、編む手加減とかサイズによっては3玉で間に合う場合もあると思います。そしてボタンは、これは100円ショップのセリアかなで、だいぶ前に買ったものなんですけど、直径 20mm のボタンを2つ、そしてここを縫い付けるのに必要な、糸と針も使います。ちなみに手持ちのこういう糸を使って私は縫い付けました。開くとこんな形になっているんですが、この首周りのここの長さが約47センチになっています。さらに向きを変えて、この帽子の深さですね、この距離が約30センチになっています。そしてこれ、もうすぐ3歳になる、来月3歳になる娘用に編んだので、例えば1歳とか2歳になったばかりのお子さんだとちょっと大きいと思うので、最初の作り目を少し減らして調節してあげた方がいいと思います。まずはこの首周り、ここから編んでいきたいと思います。で、今回はこのギリギリのところにこうやってボタンをつけるようにしたんですけど、ちょっとここを長めに編んでクロスして、こういう感じにしてもすごいあったかいと思います。例えばここに縦に2つにボタンをつけたんですが、こっち側にもボタンをさらに2つつけて4つにしてもあったかいと思います。早速編んでいきたいと思います。まずは針に糸をかけて鎖編みで作り目を編んでいきます。作り目が68回、そして立ち上がりが鎖編み2回なので合計70回、70目ですね、鎖を編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、鎖編みを70目編みましたですね。で、これだけ長いと、途中であれ何目だっけってなっちゃうことが私はよくあるので、こういう目数リングとか段数マーカーとかこういうのを使って20目とか30目ごとにこうやって目印をつけてあげると、後で数え直す時にとても楽なので、すごくおすすめです。
そしてここからまずは中長編みで1段編んでいきます。中長編みなのでこの裏山のこのかぎ針の方向から数えて1、2、3、4つ目、この裏山にまず1つ目の中長編みを編んでいきます。1、2、3、4、ここですね。取ってきて少しだけ引き出してこの3つを同時に引き抜きます。同じように隣の裏山にも中長編みを編んでいきます。これが68目あるのでちょっと大変なんですけど、こうやって一つずつ裏山に中長編みを編んでいって、どんどん編んでいって、最後のこの裏山まで編み進めていきます。最後の裏山に中長編みを編み終えて、今こんな感じになりました。長いこんな状態になったので、今度は、次の段から引き上げ編みを編んでいきます。まず長編みの引き上げ編みを編もうと思うので、鎖編み2回で立ち上がります。そして編み地をくるっと返して引っ掛けて、最初に裏引き上げ編みを編みます。これですね、裏側にこんな風に針を入れて取ってきて2つ引き抜く、2つ引き抜く。そして次はここに表引き上げ編みを編みます。長編みの表引き上げ編みを編もうと思うので、取ってきて2つ引き抜く、2つ引き抜く。また裏引き上げ編みを編んでいきます。裏表裏表という風に交互に編んでいきます。次は表、2つ引き抜く、2つ引き抜く。こういう感じで次のここは裏からですね、こう針を入れて、その次は表にこう針を入れてという感じで最後の目まで編んでいきます。最後ですね、最後のこの立ち上がりの手前、ここまで編んでいきます。最後のここに表引き上げ編みを編んだら、この立ち上がりの2目目に中長編みを編みます。これで2段目が編めました。こういう感じ。さらにこれではちょっと幅が足りないので、また鎖編み2回で立ち上がってくるっと生地を返して、ここに長編みの裏引き上げ編み、そしてこの柱に長編みの表引き上げ編み、次が裏というように同じように交互に長編みの引き上げ編みを編んでいきます。ずーっと編んでいってね、またこ
この表引き上げ編みのところまで編んで、この立ち上がりの2目目に中長編みを編んでいきます。最後の表引き上げ編みを編んだら、立ち上がりの2目目に中長編みを編んで、これで3段目の完成です。で、あとは、ここが全部で7段編んだので、ちょっとこうお子さんの首に当てて様子を見ながらお好みの深さになるように、どんどん同じ要領で編み進めていきます。7段目まで編めました。今こういう感じになっているので、ここで一度糸をカットして糸を引き締めます。ここは、両端糸始末をしてしまって大丈夫です。で、今編み終わりがここですね。こっちが終わりなんですけど、反対側のここにフードを、編み付けていこうと思います。で、編む前に一度お子さんの首にこう巻いてあげて、どんな感じかなっていうのを確認してあげてもいいと思いますし、あと先にボタンをつけて、このつけた感覚を確認してもいいんじゃないかなと思います。どうしようかな。どちらでもいいんですけど、今回は先にちょっとボタンをつけてみます。こんな感じで、こことここに縫い付けていくんですが、最初に赤の糸を出してたんですけど、ちょっとこれ説明ブルーなんで糸も変えてこっちの色にしようかなと思います。このお花の紫と同じような感じなんで、これで縫い付けていきます。縫い付けてボタンをつければこんな感じになりました。この隙間はどこでもたくさんあるので、どこにでもこのボタンを通すことができるので、ちょっとぐらいこうサイズが大きすぎたっていう場合でも、最初に言ったようにボタンのつける位置を変えてあげて調節することもできます。こんな感じでちっちゃく。で、これだけでネックウォーマーとして使ってもすごく暖かくて使いやすいと思います。そしてここからフードの部分を編んでいきます。そしてフードを編み付ける位置なんですけど、この隙間を見てもらって、このボタンと反対側のこっち側の隙間、1個、2個、3個目の隙間、ここから編み始めて、編み終わりが反対側の3つ目の隙間、1、2、3個目、ここですね。ここにちょっと編み終わりにちょっと目印をつけて、ここから始まってここまで長編みを1列編んでいきたいと思います。ここから編み始めます。まずさっきの3つ目の隙間に針を入れて糸を取ってきます。そして長編みなので、ここから鎖編みを3回、1、2、3、そしてこの間に全部長編みを編んでいきます。この糸端は編みくるみながら、まずはこの隣のこの隙間、この隙間に長編みを1回、そしてさらに隣の隙間、ここですね、ここにすっぽり針を入れて取ってきて、引き出して2つ引き抜く、2つ引き抜く、
これを繰り返します。こう長編みを編んで、どん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 編んでいって、さっきの目印のここまで長編みを編んでいきます。目印をつけたこの最後の目まで長編みを1列編んできました。こういう形になっています。そしてここで、鎖編み3回で立ち上がります。鎖編みを3回編んだら生地をくるっと返して、この根元のこれですね、根元の次の目の向こう側の1本だけをすくって長編みを編みます。こうですね、こう針を入れて長編み、隣もこうじゃなくて向こう側だけすくって長編み、残りの目もすべてこの向こう側だけをすくいながら長編みをどんどん編み進めていきます。そして最後のこの立ち上がりの3目めも必ず忘れないように編みます。ここを忘れてしまうとちょっと幅がどんどん狭くなってきてしまうので、ここを忘れないように注意しながら、また同じように鎖編み3回で立ち上がってくるっと生地を返して根元の次の目の向こう側をすくって長編みというのを繰り返します。で、好きな段数になるまで、できればお子さんの頭に当てながら、段数がちょうど良くなるまで編み進めていきます。今回はこれと同じように作っていこうと思うので、この一番最初に長編みでこう1列編んだと思うんですけど、この段を含めて13段になるようにどんどん、鎖3回、根元の次の目の向こう側1本だけをすくいながら長編みを1列というのを繰り返して編んでいきます。13段編めました。ここの長編みから数えて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 段目まで編めたので、ここで、本体をくるっとこの中側を表に返して、ここを上を閉じていきます。ボタンがあるところを内側になるようにこういう風にして、この端の目にかぎ針を入れて、そしてこの反対側の角、立ち上がりの3目目ですね。3目目に針を入れて、で、これを一度に引き抜きます。そしてさらに隣の目にも針を入れて、次の目にかぎ針を入れて引き抜く。こういう感じで一つ一つ、手前を一つ、向こうを一つすくいながら、こんな感じで閉じていきます。閉じるとこんな感じ。ここもずっと最後まで閉じていきます。
最後まで閉じたら糸始末分だけ糸を残してカットします。これで上側がつながりました。そしてこうちょっと糸始末をしていきます。適当に目に通して、そして根元でカットします。そしてくるっと戻すとこんな感じにつながります。でここで一度、お子さんの頭にもう一度かぶせて、どのぐらい折り返すかというのを決めます。今こういう感じになっています。この折り返し部分を決めて、で最後に耳とこの紐の部分を編んでいきます。耳の部分をまたこんな表を作ってみたので、この通りに進めていきたいと思います。まずは輪の作り目から、始めて、この輪の中に細編み6回編み入れて小さな円を作ります。1、2、3、4、5、6、そして糸端を引っ張って動いた方を最後まで引っ張って、もう一度糸端を引っ張って中心を絞ります。で一番最初に編んだ細編みの頭、ここに引き抜いて1段目ができました。2段目は鎖編み1回で立ち上がって根元から細編みを2回ずつ編み入れます。2回ずつなので2段目は最終的に 6×2 で12目になります。最後で最後まで2回ずつ編んだら一番最初の細編みの頭に引き抜きます。これで2段目が編めました。続いて3段目は鎖編み1回で立ち上がって根元に細編みを1回、次の目に2回、次が1回、次が2回ですね。1、2、1、2と繰り返して編んでいきます。最後まで編んだらまた一番最初の細編みの頭に引き抜いて、3段目ができました。そして、さっきの図の通り4段目から7段目は増し目なしなので4段分増し目なしで毎回鎖編み1回で立ち上がって根元から最後の目まで編んで一番最初の細編みの頭に引き抜いてというのを繰り返します。7段目まで編むとこんな感じになりました。こういう感じで次が最後8段目です。根元から細編み1回、そして細編み2目1度の減らし目を繰り返します。
鎖編み1回で立ち上がって根元に細編みを1回、そして次は細編みの2目1度を編みます。次はまた細編み1回、そして次は細編み2目1度取ってきて、そのまま隣も取ってきて3つを一度に引き抜く。これを交互に編んでいきます。最後減らし目、そして一番最初の細編みの頭に引き抜いて、耳を閉じる分だけちょっと長めに残して、ギュッとこんな感じで耳ができました。これを同じものを2つ作って、あとは縫い付けていきます。で、ここは、自分のやりやすい付け方で縫い付けてあげるといいと思います。私の場合は先にこの耳を2つに折り曲げて、こういう感じで固定してから、付けたい位置にできるだけ左右対称になるような感じで縫い付けていこうと思います。紐の部分はシンプルに鎖編みで作っていきます。長さを様子を見ながら決めてもらったらいいと思うんですけど、私の場合は鎖を65目編んで、である程度の長さになるように編んだら、片方だけをこんな感じで結んで糸端をカットします。そしてもう片方は結ばないでとじ針に通して、これを通しました。端の部分から少しずらして、長編みを編んだ部分ですね、間に長編みを編んだところにこうジグザグになるような感じでぐるっと一周通していきます。全体が通ったら反対側も1回結んで端をカットすれば出来上がりです。はい、完成しました。こんな感じになりました。という感じで、青は青で可愛いんですけど、やっぱりおすすめは白が可愛いんじゃないかなと思います。で、来年の2015年はちょうど羊年なので、まだ年賀状の写真何もやってないという方は年賀状に使ったりとかもできるんじゃないでしょうか。とってもあったかいのでぜひ作ってみてください。そして私の大事な彼マッシュくんにも編んであげたんですけど、彼はちょっと首がないのと頭がでかすぎるので想像以上にちょっと似合わないんですけど、こんな感じで作り目と段数を変えれば人形とかにも使うことができるので、ミニチュアもよかったら編んでみてください。今日は以上になります。
ありがとうございました。